こんにちは、ゆうかです。今日は今東京駅に来てます。これから島根県に向かうんですけど、人生で2回目のサンライズ出雲に乗って向かいたいと思います。前回は大阪から東京に行くのに使ったんですけど、今回は念願の出雲市へ向かいたいと思います。サンライズ出雲は大人気すぎて全然予約が取れなくて、頑張って予約取りました。今回は人生2回目の寝台列車の旅ということで楽しんでいきたいと思います。出雲まで12時間の列車旅ということで、東京駅で駅弁を買っていきます。ここは駅弁屋祭りというお店です。全国の有名な駅弁とかがたくさんあって、なんと150種類以上も取り揃えているそうです。ちなみに駅弁だけじゃなくてお酒の量もすごいです。全部美味しそうで悩む。優柔不断すぎて困りました。このままだとサンライズに乗り遅れそう。なんとか駅弁をゲットできたので、改札内の緑の窓口で事前に購入したサンライズのチケットを受け取りに行きます。じゃん、無事に切符を勝ち取りました。東京から出雲行き9時50分発です。9番線ホーム出発なので早速向かいたいと思います。今サンライズ出雲の乗り場に到着しました。出発時間が21時50分東京発なんですけど、今の時間が20時18分なんですよね。1時間半ちょい前に来たんですけど、これには理由があって、今日は絶対にシャワー券を手に入れたいんですよ。見てください、1番乗りめっちゃ気合い入ってる。なんか11号車に並ぶとすぐに取れるみたいです。シャワー自体は3号車と10号車についてるんですけど、11号車の方が近いからこっちから行った方が早く取れるみたい。先着20人限定らしいから結構争奪戦になっちゃって、前回シャワー券取れなかったから、今回はねさすがに一番乗りだから手に入れれるはず。どうしよう、場所間違ってたら。大丈夫だよねこれ。ちなみに今から乗るサンライズ出雲はリー寝台のソロを予約しました。個室の中で一番狭いらしいです。で、値段は21,910円しました、全部で。なんか乗車券だけだと9,700円らしいんですけど、その部屋代とかもろもろ込みでこの金額になるそうです。やっぱさすがに島根県まで行くと結構高いですね。で、私の部屋は10号車の15番なので、ちょうど11号車から入ってシャワー券取ってそのまま11号車に行くだけなのでめっちゃ近いです。ラッキー。覚悟はしてましたが、この時期の駅のホームは寒すぎますね。冷蔵庫の卵の気分。不要冷蔵の私。1時間半なんとか耐え切って到着のアナウンスが聞こえてきました。サンライズ出雲が到着しました。やっぱ色可愛いですね。モンスターボールみたい。シャワーカードのお金は用意しておきました。果たして無事にゲットできるのか、緊張の瞬間です。ドアが開きました。11号車から乗って10号車に移動するのが一番の近道みたいです。前にはまだ誰も見えません。自販機のコーラの誘惑を振り切ってゴール。330円入れて念願のシャワーカードをゲットできました。喜ぶのもつかの間、他の人の邪魔にならないように撤収します。今年で一番緊張しました。みんな応援してくれてありがとう。大切に使わせていただきます。
ご覧ください、この表情。昨日からずっと不安で眠れなかったので、これで安心して今日は眠れます。それじゃあ早速お部屋に向かいたいと思います。今日私がお世話になるのは10号車の15番個室です。じゃじゃん、ここですね、15番。隣の部屋は中に階段があったんですけど、こっちは1階です。中はこんな感じ。部屋紹介は後でゆっくりするので、一旦荷物置いちゃいます。ドアを閉めると秘密基地みたい。まだ動いてないのにすでに楽しいです。ドアの内側からは鍵をかけられるので安心して引きこもることができます。ここには大きめな鏡がついています。エアコンもありますが、調節できるのは風量だけみたいです。駅に止まってるとホームから丸見えでちょっとはずい。枕元には車内アナウンスが流れるスピーカーがついてます。反対側から見るとこんな感じ。前回のシングルよりはちょっと狭めです。壁には 100V のコンセントが一口あって、使い捨てコップまで用意されてます。親切。前回のシングルが7号車で、今回のソロは10号車ですね。あと12回乗れば全制覇できます。ここには緊急 SOS ボタンと時計とか照明のスイッチがついてます。発車まであと10分。部屋には浴衣みたいなパジャマも用意されていて、素材は結構薄めですね。今の時期はちょっと寒いかも。停車してるとホームにいる人とお互い丸見えなので、気まずさメーターが振り切りそうです。出発前に記念撮影。終点まで何卒よろしくお願いします。やばい、置いてかれる。そうはさせません。部屋に戻ってきました。もう間もなく発車みたいです。出発しました。行ってきます、東京。ここから12時間笑いあり涙ありの列車旅をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。東京駅21時50分発寝台特急サンライズ瀬戸、サンライズ出雲号、高松行きと出雲市行きです。皆様の目的地の到着時刻はお手元の指定席券、寝台券に表記がございます。ご確認をお願いいたします。参考までに途中岡山6時27分、サンライズ瀬戸号の終点高松7時27分、サンライズ出雲号の終点出雲市10時ちょうどの到着です。目的地までごゆっくりお過ごしください。一息ついたので、さっき買った駅弁を食べようと思います。これが私の駅弁です。間違えました。こっちでした。ズワイガニ海鮮御膳。中身はこんな感じでめっちゃ豪華です。まずは主役のビールから。缶ビールで乾杯。最高すぎる。二口で飲み干しちゃいそうです。すかさず駅弁も食べていく。私の手料理より美味しいです。みんなにも一口あげたい。10号車の15番にいるので、ノック待ってます。夜の景色を眺めながらの一人晩酌。寝台列車の醍醐味ですね。予約が取れないのも納得です。
あっという間に食べ終わっちゃいました。満腹で動けないので景色を眺めてしばらくまったりします。サンライズ瀬戸号は岡山を出ますと小島、坂出、終点高松に停まります。サンライズ出雲号は岡山を出ますと倉敷、備中高橋、新見、米子、安来、松江、新地、終点出雲市に停まります。列車は前から1号車、2号車の順に一番後ろが14号車です。1号車から7号車がサンライズ瀬戸号、8号車から14号車がサンライズ出雲号です。出発から1時間半くらい経って今は熱海ら辺を走ってます。景色はこんな感じ。窓にはロールカーテンもついてるので人目とか明かりが気になるときはこれを閉めて過ごせます。カーテンを閉めたということは皆さんお察しの通り。じゃーん、パジャマに着替えました。鏡見て思ったんですけど全然似合ってないですよね。ちょっと変。落ち着かないのでもう一回失礼します。もこもこパジャマ持参してきました。もこもこしすぎててキャリーケースの中ほぼこれでした。今の時間が11時24分です。いい時間なのでそろそろシャワーに入ろっかな。でも居心地よすぎてお尻がベッドにくっついてます。なんとか気合を入れて動きます。シャワーってよし入るぞってなるまでが面倒なんですよね。入っちゃえばすっきりするんだけどね。旅行の時いつも持ち歩いてる1回分のシャンプーとトリートメント、あとはメイク落とし、前回の反省を生かしてボディクリームも持ってきました。結構車内が乾燥するので保湿系は持っておくと安心です。それじゃあシャワーに行ってきます。やっぱり売れ切れてましたね。争奪戦跡地。シャワーに入ろうと思ったら他の人が使ってました。時間帯によってはやっぱり混みますね。もうちょい遅い時間の方が空いてるのかな。とりあえず洗面所で自分磨きします。ここのスペースはほぼ個室で使えて歯磨きしたり顔洗ったりできるのでめっちゃ便利です。水道からはお湯とお水が出ます。あと壁のところにコンセントもありました。ラウンジはお客さんでいっぱいです。私はソロなのでそろそろ部屋に帰ります。通路よりも肩身が狭いです。お部屋に戻ってきました。狭いけどこの狭さが逆に落ち着きます。夜行バスとかシャワーがない時用にメイク落としシートも入れてあるのでとりあえずこれで乗り切ります。洗面台でやりたかったんですけどね、他の人が待ってて気まずくて帰ってきちゃいました。ここからはすっぴんでお送りします。恥ずかしい。明日の朝はちょっと用事があるので早めに寝たいと思います。それじゃあおやすみなさい。朝の6時半、岡山に到着しました。ここではサンライズ出雲とサンライズ瀬戸の切り離しを見ることができます。これは貫通扉って名前らしいです。すごい、初めて見ました。
私だったらこんなに見学されてたら緊張してミスりそう。ガン見してすみません。ドアが閉まる音がして、今までセットで走ってきた瀬戸さんが先立ちます。別々の道を歩んでも忘れないよ。いってらっしゃい。朝の用事はこれでした。眠かったけど見学できてよかった。ほんの数分経ってサンライズ出雲が岡山を出発しました。ぜひ皆さんも早起き頑張ってみてください。お待たせいたしました。サンライズ出雲号出雲市行きです。次は倉敷です。早起きしたおかげでこんなに綺麗な朝焼けを見れました。あと4時間弱の列車旅、まだまだ楽しみます。まずは昨日混んでて入れなかったシャワーに来ました。人がいないかビビりながら入室。大丈夫そうですね。ここにもちゃんと鍵があります。中はこんな感じで脱衣スペースがあって、タオルはないので持参しないとやばいことになります。シャワーカードの差し込み口はドライヤーの下にあります。これが電車の中なんてすごいですよね。シャワー室の中はこんな感じになってます。お湯が使えるのは6分間で、途中で止めるボタンもあります。お湯を止めてる間タイマーは動かない感じになってました。念願のサンライズシャワー最高でした。快適すぎて途中6分のこと忘れてて、気づいた時5分経ってたんですよ。残り1分でギリギリやりくりしました。部屋に戻って軽くメイクをしていきます。すっぴんだとちょっとあれなので。朝シャワー浴びてる人も何人かいましたね。タイミングよく入れて命拾いしました。ソロのお部屋の寝心地は人によるかなって感じでした。私は結構寝返りするタイプなので、何回も壁と対面して2回くらい起きちゃいました。あとは暖房つけると結構乾燥するので、のど飴とかボディクリームがあると便利かなって思いました。ちょっと恥ずかしいので保湿シーンはメンバーシップ限定で供養します。今の時間は8時20分。すっかり景色も変わってのどかな風景です。今どの辺りにいるんだろう。間違ってたらあれなんですけど、おそらく日本です。朝の準備ができたのでラウンジに朝ごはんを食べに来ました。今日はサラダとサンドイッチにしました。美味しそう。昨日は人がいっぱいだったんですけど、朝は空いてましたね。ラッキー。サンライズは車内販売がないので、乗る前に食料をゲットしておくのがおすすめです。じゃないと空腹でぐずることになります。ラウンジからの眺めはこんな感じです。将来はこういうのどかなところで温泉宿とかやりたいな。ゆやゆうかスポンサー募集中です。部屋に戻ってきて寝転がりながら景色を楽しんでます。こんな体験できるのって寝台列車だけだよね。最高です。今の時間は9時45分。もうすぐ到着なので名残惜しいですが帰り支度を始めます。出雲市には縁結びの神様として全国に知られる出雲大社があります。旧暦10月は全国では神様が不在の神無月ですが、出雲地方では神有月と呼ばれています。それは年に一度全国から八百万の神様がここ出雲に集まり縁結び会議を
を行うからとされています。他にも稲佐の浜、須佐神社、古代出雲歴史博物館など神話や歴史にちなんだ観光地が多数あります。出雲市のご案内でした。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点出雲市です。お降りの際は車内にお忘れ物のないようお手回りにご注意ください。サンライズ出雲号をご利用いただきましてありがとうございました。またのご利用お待ちしております。もう出雲に着いちゃう。12時間があっという間すぎてまだ心の準備ができてません。絶対また乗りたい。全部の部屋をコンプリートするのが夢です。出雲市駅に到着しました。今コインロッカーがあって、そこのコインロッカーにキャリーバッグとか大きい荷物預けれたから、これから身軽になって出雲大社に行けます。よかった、コインロッカーめっちゃありがたいですね。これはバスがあと10分くらいで来るみたいで、そのバスに乗っていけば出雲大社駅に直接行けるみたいだから、バスを待ちたいと思います。サンライズ出雲めっちゃ楽しかった。やっぱ久々に乗ったけど寝台列車はいいですね。すごいぐっすり寝れたし、揺れはたまにシャワー中とか気になるとこもあったんですけど、基本的には気にならなくて、すごく居心地が良かったです。めっちゃ楽しかった。まだ終わってないけど結構人が並んでますね。30分くらいバスに乗って出雲大社にやってきました。平日だからか人は少なめです。私ずっと行きたかったお店があって、まずはそこに向かってます。でも気になるお店が多すぎる。誘惑を振り切って前に進みます。そんなまずいことになりました。まさかの定休日。チーン。でも大丈夫。もう一個気になってたお店はやってました。出雲ぜんざい餅さん。こんな感じで出雲にちなんだ縁結びのメニューもあります。店内はレトロな雰囲気でめっちゃいい感じです。私が頼んだのは出雲ぜんざい。お値段は750円でした。今の季節のぜんざいはあったかくて最高です。参拝前に元気をつけておきます。出雲に来るのは今回が初めてなんですけど、コメントでいろいろおすすめなお店とか楽しみ方を教えてくれた方がいて、とっても参考になりました。いつもありがとう。初めての出雲大社に到着。縁結びの聖地として有名なパワースポットです。後ろの鳥居は水溜りの大鳥居っていうみたいです。ここからは500メートルくらいの参道を歩いていきます。松がたくさんあってめっちゃ綺麗な道。これなら500メートル楽勝ですね。
私いつも旅は下調べせずに行くんですけど、参拝の方法は事前にしっかり勉強しておきました。しばらく歩いて赤金鳥居の先に拝殿が見えてきました。ここではいろんな奉納行事が行われるそうです。正面から見るとこんな感じ、迫力がすごいです。そしてここが出雲大社のご本殿です。早速参拝してきます。さすがに参拝中はマナー違反かなと思ってカメラ止めちゃったんですけど、今見てくれてる視聴者さんとのご縁に感謝を伝えてきました。すいません、縁結び守りの紫をください。せーの、ハムでございます。決まりでしたらどうぞ。縁結びのお守りゲット。これからもたくさんの視聴者さんとご縁がありますように。参拝が終わって散策してたら、かわいいうさぎの銅像に出会いました。この一人ぼっちの子は私ですね。3人組の時の私。小腹が空いたので名物のお蕎麦を食べに来ました。ここは蕎麦どころお国っていうお店で、メニューもこんな感じでたくさん種類があって値段も良心的でした。どれにしようか悩む。ここでも優柔不断発動しました。優香の優は優柔不断の優です。困ってたら店員さんが助けてくれて、おすすめの三段割りごそばを注文しました。めっちゃ美味しそう。それじゃあいただきます。割りごそばはそばつゆを直接かけて食べるみたいです。お味の方はいかがでしょうか。うますぎる。美味しすぎてそばダンスを披露してしまいました。2段目はこんな感じ。それぞれ薬味が違うので3回楽しめますね。たまに今日は絶対そば食べたいなって日あるじゃないですか。今日まさにその日で、気分にぴったりで、いつもより美味しく感じました。3段目はこんな感じ。ここのお蕎麦めっちゃ美味しいので、出雲に来た時はぜひ食べてみてください。絶対ね、食べたらこの顔になります。にやきます。ぜんざい食べた後だから多いかなって思ったけど、全然そんなことなくて、むしろあと7段ぐらいいけましたね。最後はもちろん蕎麦湯で締めます。私これ大好きなんですよ。気がついたら完食してました。本当に最高すぎた。ごちそうさまでした。出雲市駅に帰ってきました。ということで今日はサンライズ出雲と、あと出雲大社に行ってきました。どっちもすごく楽しくてめっちゃ良かったです。サンライズは今回2回目だったんですけど、やっぱり寝台列車ってだけですごい移動も快適だし、部屋は今回ソロだったので、前回がシングルで前回よりも狭くてちょっと窮屈で、寝るとき首腰少し痛くなったんですけど、ゴロンできれば寝れるから私は大丈夫でした。今回はシャワー券もゲットできたし、念願の出雲まで来れたし、大満足です。出雲大社もね、途中ちょっとパラパラ雨降ってたんですけど、天気も良くなってすごい観光日和でした。そう、私これから広島に移動するんですよね、ここからだからまたここから移動続きなんですけど、気をつけて行っていきたいと思います。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。
この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。あと他にも面白そうな乗り物とか乗ってほしい乗り物とかあったらコメント欄で待ってます。バイバイ。